はい、こんにちは。今回は前回に引き続き、あらすじ解説2ということでやっていきます。このあらすじ解説なんですが、前回の動画でもちょっとテロップで出しましたが、全部やってたらなかなか本題の深掘りに入っていけないということが判明しましたので、とりあえずベースになる物語の構造がわかるところまで解説して、次の回にはもう深掘りに入っていこうと思います。このペースでやってたら明らかに6、7回いっちゃうし、要約するにしても説明しなきゃいけないところが多すぎる。読んでない人すいません。読んでください。でも、ここまでのあらすじだけでも読んでみたいって思うんじゃないかな。知らんけど。では、行ってみましょう。屈強な人間の姿から、人外の化け物と化したゾットの姿。足と綱は牛のようであり、コウモリのような羽が生え、手と頭部は獅子のようで、長い尻尾が生えている。ギリシャ神話のミノタウロスにライオンとか羽とか足したような感じですね。体長も5、6メートル以上ありそうな感じ。人が相手できるようなレベルではありません。その圧倒的な力になすすべもないガッツですが、グリフィスが直接隊を率いて助立ちに来てくれます。ボーガンの集中攻撃をかけますが、意に介さないゾット。ガッツとグリフィスが協力してゾットに深手を負わせるんですが、それでもゾットに吹き飛ばされるグリフィス。ゾットが手にかけようとした瞬間、グリフィスの首元にあるものを見つけます。覇王の卵、ベヘリット。これになぜか驚愕するゾットは、こう言葉を続けます。そうか、そういうからくりか。ガッツに謎の言葉を残してその場から去るゾット。貴様がもしこの男にとって真の友と言える存在ならば、この男の野望がついえたとき、貴様に死が訪れる。決して逃れ得ぬ死が。この戦いでグリフィスもガッツも重傷を負いますが、結果的に戦としては勝ったので、常勝無敗である高野団はさらに名声を高めていきます。平民出身の彼が上り詰めていく様子に我慢できない他の貴族たちは彼を妬み、暗殺を仕掛けますが失敗。逆に国王の娘シャルロットをかばったと勘違いされ、グリフィスはさらに名声を得ます。グリフィスの夢は自分の国を作るっていう、天下布武的にでかい夢なんですが、そのために戦では常に勝利して、さらに姫に近づくってのは一番わかりやすいルートであるとは思います。戦で国王の信用を得て、姫をいただく。平民出身の彼が取り得る方法はそれしかないでしょうね。グリフィスはガッツを暗躍させて、彼を邪魔する貴族を暗殺する。自らの夢のために輝かしい道を登っていくグリフィスと、彼の夢のために闇の中剣を振るうガッツの関係が強調されます。シャルロット妃に自分は己の夢に準ずる覚悟であることを告げるグリフィス。そしてグリフィスにとっての友とは他人の夢にぶら下がるような存在ではなく対等な存在であると。それは暗に高野団のメンバーが自分にとって友ではなく自分の夢を実現するための手駒に過ぎないことを示していました。それを聞いてしまい複雑な感情に苛まれるガッツ。次の戦を最後に高野団を離れることを決意します。チューダーとの戦も佳境に入っていきます。高野団は難攻不落のドルドレイを陥落させ、ついにミッドランドとチューダーとの100年戦争を終結させました。この功績により、高野団はミッドランド騎士団の最高位、白鵬騎士団となり、千人長全員に爵位が与えられます。傭兵団からの破格の大出世、ミッドランドの救世主として名を馳せるグリフィス。しかし一方で、ガッツは高野団から去る決意を固めていました。グリフィスと対等な友であるため、自分の夢を見つけるために一人去ろうとするガッツ。しかしグリフィスはそれを許さず、俺の手の中から出ていきたいというのなら、あの時と同じ。剣で自分をもぎ取っていけ。しかし、ずっと先陣を切って戦っていたガッツは、3年前とは比べ物にならないほどの腕でグリフィスを打ち倒し、高野団を去ります。ガッツが去った後、グリフィスは意外な行動に出ます。こともあろうに、シャルロット姫の寝室に忍び込み、姫に呼ばいをかけるのでした。そもそもグリフィスに憧れていたシャルロットはそれを受け入れますが、その常時を姫の召使いに見られてしまい、グリフィスは捕まってしまいます。ここでグリフィスはガッツに対しどんな感情を抱いているのか、
自分が思う中でもこの物語の重要な謎だと思うんですよね。思えばグリフィスはガッツを高野団に入れる時も、お前が欲しいんだと誰にも言ったことがないようなことを言い、ゾットとの戦いの時も自らを危険にさらして助けに行き、キャスカも言うようにガッツのことになるとグリフィスは冷静ではなくなるんですよね。この辺は深掘りしがいがあるので、後々研究していきます。高野団を去った後、ガッツは1年間武者修行の旅をしていました。この間にガッツはドクロの騎士と出会っています。彼はガッツに予言めいたことを告げ去りますが、彼もまた今後の物語のキーパーソンになっていきます。そんな中でガッツはグリフィスが捕まり、高野団は逆賊として追われる身になったことを伝え聞きます。高野団はミッドランド軍に追われながらもキャスカを先頭に何とか逃げ延びており、怪我人を多数出しながらグリフィス奪還の作戦を立てていました。そこにガッツが帰ってくることになります。ちなみにガッツが高野団から去る頃からガッツに惹かれ始めていたキャスカはこの辺でガッツと結ばれます。シャルロット姫を内通者としてキャスカ、ガッツ、ジュド、ピピンがグリフィスを奪還に向かいます。グリフィスが幽閉されているのは再生の塔の最下層。無事奪還に成功するものの、グリフィスは激しい拷問を加えられ、見る影もない状態でした。その体は痩せ細り、手足の腱を切られ、身動きのできない状態にされ、体の皮がところどころ剥がれて、筋肉や骨が剥き出しになっており、挙句下まで切られ、半死半生、首元のベヘリットもなくなっています。グリフィスが戻ってくれば、また皆で高野団を盛り上げ、暴れてやるんだという意気込みでしたが、グリフィスはもはや一人では何もできない体になっており、皆何も言いませんがそれは高野団の終焉を表していました。それぞれが今後の身の振り方を考える中、ガッツはキャスカと二人で生きていくことを考えますが、キャスカはあんな状態になってしまったグリフィスを放ってはいけないと、ガッツに涙ながらに謝り、お前がグリフィスと対等のものなら行かなくちゃ、とガッツを一人行かせようとします。そんな二人のことを見ていたグリフィス。自分の夢のためにどんな手でも使い、破竹の勢いで登り詰めた彼でしたが、ガッツの脱退をきっかけに、もはや取り返しのつかないところまで来ていました。夢はついえ、そして夢のための手駒だったキャスカには同情され。気がつくと、這うのがやっとなはずなのに、馬車を一人走らせるグリフィス。異変に気づき、ガッツが追いかけます。馬車は岩につまずき、浅い川に投げ出されるグリフィス。もはやこれまでと水面に突き出た木片で首を貫こうとするも、無意識的に自ら致命傷を避けます。死ぬこともできない。絶望の頂点に達したグリフィス。川底に手をつき涙に濡れていると、その手に引っかかるものが。ベヘリット。この時、急激に空が暗くなっていきます。すべてを赤く照らしていた夕日が徐々に陰っていく。日食。グリフィスに追いつくガッツと高野団の面々。ガッツがグリフィスの肩に手をかけた瞬間。グリフィスの首から流れる血がベヘリットを濡らし、そのちぐはぐの造形のベヘリットの顔が人の顔の形になり、血の涙を流しました。次の瞬間、世界が一変します。地面にも空にも、おどろおどろしい人面が遥か彼方まで並び、そこには今までいなかった異形の人物たちがびっしりと並んでいる。時が来た。216年に一度の宴の時、食が。ここで4人の守護天使、ゴッドハンドが現れます。ざっと簡単に説明します。グリフィスの持つ真紅のベヘリットは、覇王の卵と呼ばれていると前の動画で説明しましたが、216年に一度、このベヘリットを持つ者が、新しいゴッドハンドとして新たに迎え入れられるということなんですね。最も愛する者たちを生贄にすることによって、生贄になった者たちは化け物たちに食われ、その絶望、恐怖、怒りなどの感情が新たなゴッドハンドとなるための糧にされるっていう、えげつない設定です。貴様がもしこの男にとって真の友と言える存在ならば、この男の野望がついえたとき、貴様に死が訪れる。決して逃れ得ぬ死が。ゾットの言葉はこのことを示していたのでした。最終的には全てグリフィスの決断に委ねられます。そんなことをするはずがないとガッツは言いますが、グリフィスは仲間たちを生贄に捧げることを選択。
ゴッドハンドとして転生することを選びます。コーマの儀。グリフィスによって生贄に捧げられた高野団全員に烙印が刻まれ、そこから大虐殺が始まります。今まで人の形をしていた者たちが化け物の姿に変わり、次々と食われていく高野団。高野団にガッツが入団してから連載期間にして5年ほど経っているわけですが、その間に仲間として積み上げてきた関係が一瞬にして残虐な方法で崩壊していきます。トラウマです。たまりません。傷だらけになりながらも、ガッツは一人化け物相手に戦い続けます。そこに新たにゴッドハンドとして転生したグリフィス、もとい、闇の鷹フェムト。押さえつけられているガッツの目の前でフェムトは気を失ったキャスカを犯します。この後、以前ガッツの前に現れたドクロの騎士が職の場に乱入し、二人を助け出しますが、ガッツは瀕死の重傷、犯されたキャスカは心に重大な傷を負い、精神崩壊を起こします。そして二人には生贄の烙印が刻まれたまま。今後二人は夜な夜な異界の化け物に襲われ続けるという運命にさらされることになります。はい、いかがだったでしょうか。今回は物語の基盤となる職までということで、一旦あらすじの要約は終わりにしようと思います。かなりざっくりとした説明になってしまいましたが、興味を持っていただけたら幸いです。次回から本格的に深掘りしていこうと思います。しかし最悪で最高の展開ですよね。実は今回のあらすじ、ガッツが生まれてからのストーリーは、単行本にすると3巻の半ばぐらいから始まってます。つまりそれより前の1巻2巻では、職の後のストーリーが描かれてるんですね。職に至るまで連載開始から7年経ってるんで、7年間かけてプロローグやってるってことになります。途方もない。このチャンネルは完結することが不可能になってしまった未完の大傑作、ベルセルクへの愛を語り、今は亡き三浦健太郎先生が目指したものは何だったのかを考察し、願わくばこれからベルセルクの世界で起こるはずだった出来事を視聴してくださる皆さんと想像していくチャンネルにしていこうと考えています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。